皆さん、こんにちは。みきこです。私のポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語勉強中の方向けにお届けしています。日本の文化や私が日々の暮らしから感じていることや体験したことなどを日本語で話しています。スクリプトはホームページに無料で公開していますので、よかったらそちらも見てくださいね。はい。前回、小学校の手厚いサポートの話をしたと思うんですが、今日は小学校の教育について話したいと思います。というのも、入学のしおりをもらったら、そこにいろいろ記載されていて、すごいなーって思うことがあったので。前回話していたゼッケンをつけたり、すべてのものに名前を書くのは終わりましたよ。めっちゃ大変でした。でも、なんとか終わらせました。はい。ということで、今日のテーマに入りたいと思います。入学のしおりに学校教育の目標というのが掲げられていたので、シェアしたいと思います。これはもちろん学校によって違うと思います。娘が通う学校では人権感覚を磨き、多様性を認めることで自他の命を大切にし、学びを生きる力につなげることのできる心身ともに健やかな児童の育成を目指すと書かれていました。多様性を認めるという言葉はここ数年で本当に多くなってきたなと思います。日本の歴史の中で鎖国をしていた時代がありました。ですので、閉鎖的な部分が残っていることを感じることもあります。でも最近は外国人もたくさん増えてきたし、いろんな個性を持つ子供も増えてきたので、同調圧力からは解放されつつあるのかなと思います。自他の命を大切にするということは思いやりの部分かなと思います。日本人の特徴として他人への思いやりというのは強い部分だと思います。心身ともに健やかというのは心も体も元気ということです。この教育目標を見て、なるほど、こうして教育の中で日本人というのが出来上がっていってるんだなぁと改めて思いました。小学校って6年ありますからね。ここでの教育って日本人のベースとなる部分だと思います。あとはもちろん家庭での教育っていうのもあると思いますが、箇条書きで3つのことが書かれていました。目指す児童像。こんな風に児童に育ってほしいということですね。1つ目は、進んで学び、つながり合える子。括弧書きで知るという漢字が書かれているんですが、これは知識をつけることを指しているんでしょうね。それから2つ目は、自分を大切にし、周りの人も大切にする子。括弧書きで徳と書かれているんですが、徳というのは人の良い行いの意味を指します。日本ではよく徳を積みましょうなんて言われるんですが、徳を積むとは良いことを重ねるという意味です。ですので、ここでは自分にも人にも良い行いをしましょうということが書かれているのかなと思います。それから3つ目は、心身ともに健やかな子。括弧書きには、体と書かれています。これはもうそのままですね。
心身ともに健やかな子供に育つことを目指していますね。日本人の他人に対する思いやりはこうして育まれていくんだなぁと改めて思いました。それから親へのお願いもありました。それもシェアしたいと思います。これも日本人らしいなぁと思ったので、入学までにお願いしておきたいこと。まずは交通安全について書かれていました。一つ目は、車には十分気をつけて道路の歩き方、横断の仕方など交通ルールを知らせておいてください。これも小さい頃から道路を渡るときなど、親が子供にしっかり教育していますね。あとは保育園や幼稚園でも課外活動で外に行くこともあるので、その時などに徹底して教えられています。赤信号は止まりましょう。道路を渡るときは横断歩道を渡りましょう。道路を渡るときは左右を確認してから渡りましょう。二つ目は、学校では比較的安全な通学路を決めており、登下校は必ずこの道を通るようにしています。日本では集団登校といって、決められた地域の人が集まって子どもたちで学校に行きます。最近は子どもたちだけじゃなくて大人もついていくところもありますが、何かあった時に通学路を見に行って確認できるように必ず決められた通学路を通って学校に行きます。はい、それから3つ目は集団登校ですので、自分の地区、班名と隣近所の上級生の名前や顔を覚えておいてください。これも万が一何かあった時に助けになるので覚えておく必要があります。何かあった時のリスク管理がちゃんとされていますね。交通安全については以上です。それから今度は自分のことは自分でできるようにさせてくださいとありました。例えば、服を自分で着たり、準備を自分でしたり、親のお手伝いをしたりなどです。自分でさせる理由として、学校という集団生活をスムーズに自信を持って過ごしていくために、自立心を育てることはとても大切だそうです。みんな自分でやっていることが自分だけできていないと自信がなくなりますもんね。ですので、普段から家で自分のことは自分でできるようにするように学校からも促されています。それから挨拶です。挨拶や返事ができるようにしてくださいと書かれていました。はい、おはようございます。さようなら。行ってきます。ただいま。ありがとうございます。ごめんなさい。など、挨拶は人との関わり、コミュニケーションの基本ですから。子供の頃から挨拶の大切さについてはすごく言われていました。特にはいの返事は幼稚園の時からしっかりと教えられます。それから健康についても書かれていました。健康について、今までより朝が早くなります。また集団生活、登下校、学習の緊張等で当初は疲れやすくなるかもしれません。次のようなことに気をつけてあげてください。睡眠時間等の生活リズム、日常的な健康観察、顔色、表情等。入学に関してお子様に過度の緊張や不安を抱かせることのないようご配慮ください。
早寝早起きの生活リズムをつけるようにはすごく言われますね。子供は9時には寝ましょうってよく言われていました。インドネシアにいた時は9時まで遊んでましたけどね。インドネシアは日中暑いので、日中あまり外で遊ばないんです。ですから移動遊園地とかも夜に来るので、夜に遊ぶことが多かったです。その代わり昼寝しますけどね。国によってもこの生活リズムって違いますよね。日本の生活リズムに慣れるように配慮してあげるのも親の仕事ですね。それから最後にその他としてこんなことが書かれていました。自分の名前が読めるようにしておいてください。1年生が使うのは洋式トイレですが、まだ学校には和式も残っているので、和式トイレが使えるのが望ましいです。1回の食事を30分程度でできるようにしてください。自分の名前漢字で読み書きができないと焦って今練習しています。トイレはインドネシアで和式と同じスタイルのトイレがあったので大丈夫そうです。それから日本では給食の時間が決まっているので、その時間で食べられるようにということも言われています。以上が入学までにお願いしておきたいことです。皆さん聞いてみていかがでしたか？自分の国では考えられないことはありましたか？それとも同じような感じですか？私はインドネシア生活6年もしていたので、リスク管理や学校生活が楽しめるように配慮してくれていることがすごいなぁと思いました。昔はすべて当たり前になっていて何の気づきもありませんでしたが、海外に出たことで日本の学校の素晴らしさにも改めて気づきました。はい、ということで今日は日本の小学校の教育についてお話ししました。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。